こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ネザー要塞の一番奥を整地してみたところまでです。今回はまず、ここでモブが湧くのを1時間ほど待ってみます。広さとしては十分なのかな。マッチプレイは初の試みなので何とも言えません。ちょっと狭い気もしますが、とにかく待ってみましょう。お、湧いた。湧いたというか、普通に階段を登ってきたわね。これで140体目です。お、今度はちゃんと湧いた。ウィザースケルトンは3体です。これで143体ですね。頭を5つ集める期待値になっちゃったわね。ちょっと遠目からモブが湧いたか見分けづらかったので、ここでネザーレンガを丸石に入れ替えます。さてどうでしょう。少し見やすくなったかな。先ほど湧いてから11分後にようやく湧きました。結構間隔が空いたわね。いや、いい感じですよ。スケルトン倒して戻ってきたら、2群れほど湧いたようです。これでよし。残りのゾンビピッグマンは32メートル圏外でディスポーンするか見てみましょう。特に制約がないのなら、32メートルより離れたモブの9割は約2分でディスポーンするはずです。なお、この整地された場所の中で、自分の周囲24メートル圏内を除外したエリアの面積は、約1000ブロックでした。今のネザー要塞全域の面積の大体6分の1なんです。そう考えると狭いわね。前回、ネザー要塞内を動き回った時には大体5分に1群れのペースで湧きましたので、もしもとどまる作戦の効果がゼロだったら、20分に1群れ湧くペースがいいとこでしょうね。今のところ平均3分ペースで湧いているようだし、とどまる作戦は効果が出ている感じよね。モブが湧き直す周期は何倍かになっていそうです。お、また消えた。32メートルのディスポーンはきちんと機能している感じですね。ディスポーンをじっくり見るのは初めてなので、不思議な気分です。そろそろ1分半です。お、来た来た。モブが湧く条件は、17チャンク四方のモブの数が、湧き数の上限を下回った時ですから、湧いた瞬間は、17チャンク四方のモブの数が、湧き数の上限を少し上回っているんです。少しってどのくらい？地形に左右されますが、試しに概算してみたら十数体という数字が出ました。なのでおそらく湧いた瞬間は、17チャンク四方のモブの数は、湧き数の上限を 20% くらい超えているでしょうね。さて、また待ってみましょうか。一度32メートル圏内に入ったのでディスポーンカウンタはリセットされているはずです。右奥に湧いてますよね。やっぱり湧いてる。4体湧いたので、これで累計149体です。きたー。147体目で頭5つになりました。残りあと1個ね。ここまで来るとやっと頭6つ集まりそうな気がしてくるわね。残りのゾンビピッグマンも、32メートルのディスポーンの法則通りに普通に消えました。何？お、湧いた。これで153体。今の時点でとどまる作戦始めて20分ほどですが、もう8群れ湧いてます。かなり良いペースです。また来た。ゾンブレの群れですね。ディスポーンを待ってみたら1分で全部消えました。
今度はブレイズだけかな。あれ？奥にまた湧きましたね。またディスポーンするの待ってみます。そういえば、4体同時に湧くことが多いわね。湧く場所を決める仕組みを考えれば、整地したスペースには通常4体同時に湧くはずです。少なく湧くことがあるのは壁などがあるからなんですよ。最後の1体が消えたのが2分10秒ほどでした。ここまで全部、32メートルの法則通りにきちんとディスポーンしています。あれ？外にはいたみたいですね。さらに8分待ってやっと湧きました。また8分後に湧きました。さて、ぼちぼち小1時間です。湧いたモブは14群れ。4分に1群れペースでした。ネザー要塞を動き回るよりはよくはいたけど、頭を集めるのには物足りないペースね。そうですね。あと、今回の探索では結構ウィザースケルトンが枯れましたけど、どうも運が良かっただけですね。今までの累計ではウィザースケルトンが湧くのは3割ほどなんですが、今回の探索では4割出てました。もう一つ気になったのは、湧く間隔に結構ムラがあることです。調子いい時は1、2分間隔ですが、悪い時は8分間隔くらいですね。運が悪いときつそうです。でも、こんなにまばらになるものなの？ちょっと計算してみたのですが、128メートル球体内の床面積が、この整地スペースの50から100倍くらいであったなら、こんな感じになりそうです。さて、頭の数もこれで5個。いよいよ大詰めです。ウィザースケルトンを買った数は今の時点で155体です。もしも期待値通りなら、あと16体狩れば6個目の頭が集まります。さて、そろそろ次に良さげかなと思う作戦を試してみます。どこかのポイントで留まった後に、ネザー要塞を探索し回る作戦ね。はい。とりあえずネザー要塞の四隅で2分ずつ留まってみます。これでほぼネザー要塞の全域で、17チャンク四方のモブが湧き上限数程度まで減るんじゃないかと思います。うまくいったらいいんですけどね。まずは地図の北西終了。地図の南西の待機も終了です。南東の待機も終了。最後の北東の位置には2群れはいてました。四隅で2分ずつ、合計8分のロスよね。取り返せるかな？何もせず連続探索してたら5、6分に1回ペースでしか湧きませんから、2回余計に湧くだけで元が取れますよ。さて、そろそろ連続探索に切り替えます。156体目です。これで157体。湧きペースは上がってますね。お、矢がワンスタック超えました。これでウィザーを討伐するのに足りるかな。ゾンビピッグマンも湧きました。集団で囲まれるのはちょっと怖い。壁際に追い詰められないように注意です。これで161体ですね。いいペースです。ここのゾンビピッグマンは、一旦128メートル圏外に離れたのですがディスポーンしてないですね。相変わらず、ネザー要塞内だけでの移動ではディスポーンしないのね。今一周探索してはいてなかったので、ここで1分待ってから探索再開します。もうとどまった効果切れちゃったのかな。とどまる時間が足りなかった可能性もありますが、多分運次第なんですよ。湧き数上限あたりまで湧きが減っていても、2割型湧き数が変動しそうですから。
これで164体です。ここで、10分ほど湧き残っていたゾンビピッグマンをディスポーンさせてみます。動かなくなった瞬間がおそらく32メートルのカウント開始です。結果としては、1分58秒でディスポーンしました。2分で9割だっけ？ 1分58秒以上ディスポーンしない率は、計算上 11% です。たまたま 11% に入ったのか、それともやっぱりディスポーン処理に上限があり、先に湧いたモブはその優先順位が低いのか。1体だけだと何とも言えないですね。これで166体です。167体目。この2体で169体です。いよいよ期待値の171体まであとたった2体になりました。もういつ出てもおかしくないわね。ただし普通の運ならね。さて、そろそろこの場所も平らに整地してしまいます。ずっと気になっていたんですよ。ちなみにここまでの探索では、ほぼ2分に1回群れが湧きました。1時間換算では29群れです。あら、普通に連続探索するよりずっといいじゃない。これに留まっていた時間を含めたらどうなるの？いえ、これは留まっていた時間も含めた数字なんです。留まった合計11分の時間を差し引いたら、1時間換算で44群れですよ。10チャンク検証を終えて8チャンクに戻した直後の数字と、ほぼ同等なんです。どうやら8チャンク縛りでは、この作戦が一つの正解のようです。では今回はこんなところで。ではまたね。バイバイ。